皆さんどうもこんにちは、イノファンゴです。本作をプレイしていて独自の単語やシステムが多すぎて結構混乱するということはありませんか？私自身プレイし始めの頃はレジリエンス、コマンド、それどういう意味？どれを優先してあげたらええの？と完全に手探り状態で進めていました。そこで今回は私がサロスの序盤からこれ知っておきたかったと痛感した知識を皆さんにギュッとまとめてご紹介します。特にゲームの要となる成長属性と武器の選び方を重点的に解説しつつ、その他にも知っておくと劇的に立ち回りが楽になる細かくて重要なテクニックを余すところなくお伝えします。それでは早速見ていきましょう。まず最初にご紹介するのは本作の根幹をなす成長属性についてです。サロスには大きく分けてレジリエンス、コマンド、ドライブという3種類の成長属性が存在します。簡単に説明すると、レジリエンスはアーマー耐久値、いわゆる別ゲーでいうところの HP の最大値を上昇させてくれます。コマンドはパワーの最大値を高めてシールドの持続時間やパワーウェポンの使用回数を増やしてくれる属性です。そしてドライブはアイテムであるルセナイトの取得量を増やしてくれる属性になります。これらの属性はフィールドに落ちているアーティファクトを拾うか、アーマーマトリックスの最初の方にある〇〇属性エンハンサーを解放した後に敵がランダムでドロップする属性エンハンサーを拾うことでラン中高めていくことができます。ただ注意したいのが、ラン中に拾ってあげた数値は拠点に戻るとリセットされてなくなってしまうという点です。しかしアーマーマトリックスで各属性の項目を解放してあげた分に関しては拠点に戻っても消えずにそのまま残ります。そしてじゃあ最初はどれを優先して解放すればいいのという話なんですが、結論から言うと圧倒的にドライブがおすすめです。ドライブを解放するとルセナイトを多く獲得できるようになるんですが、これがもうめちゃくちゃ恩恵が大きいんです。ルセナイトはアーマーマトリックスの解放に使用するのはもちろん、何よりラン中の熟練度を上げやすくなるという最大のメリットがあります。本作ではドロップされる装備のレベルは発見時のプレイヤーの熟練度によって決定されます。つまりドライブを上げて熟練度を稼ぎやすくしておけば、自然と道中で強い武器を入手しやすくなり、結果的に立ち回りがめちゃくちゃ楽になるというわけです。さらにアーマーマトリックスにおいてボスのプロフェットを倒した後に解放される項目があるんですが、これを解放すると熟練度が上がった際に全ての成長属性が1つずつ高くなるという恩恵が得られます。つまりドライブを優先するとルセナイトが多く獲得できるようになるため、アーマーマトリックスを解放しやすくなり、さらにラン中も安定して火力を出せるようになるという最高の好循環が生まれるわけです。ちなみにこの成長属性は武器のステータスにも大きく影響してくるんですが、それについては次の装備の選び方の項目で詳しく解説しますね。続いては装備の選び方についてです。ここを理解しているかどうかで火力の出し方が全く変わってきます。武器、パワーウェポン、アーティファクトは基本的に各種コンテナからランダムで入手することになります。コンテナの色にも意味があって、青色は1つドロップ、赤色は2つ提示されてそこから1つを選ぶ選択式、そして黄色は鍵を使用することで開けることができる特別なコンテナとなっています。先ほども少し触れましたが、武器とパワーウェポンはプレイヤーの熟練度に応じたレベルのものが排出されます。しかしここで一つ大きな罠があります。注意すべきポイントは、武器のレベルが高いからといってそのままイコール火力が高いわけではないという点です。順を追って解説しましょう。まずは武器の詳細画面の見方です。画面上部に武器のレベル、中段に武器特有のステータスを示すグラフ、そして下段に武器のパークが記載されています。一番重要なのが中段のグラフです。各項目の実線で描かれている部分が現在の値を示していて、半透明になっている部分がこの武器でまだ成長できる伸びしろの部分を表しています。そしてこの項目を成長させるには、グラフ左足に描かれているマークに対応した成長属性を高める必要があるんです。つまり武器の火力は純粋なレベルではなく、皆さんが高めた成長属性に大きく依存しているということです。さらにグラフ右端には3段階の矢印があるのにお気づきでしょうか。
これは成長属性にかかる係数を意味していて、この矢印が多いほど属性を上げた時に高いステータスを得ることができるんです。そして下段の武器パークですが、これは武器のレベルによってついている数が異なります。レベル10で2つ、20で3つ、30で4つ、40で5つと増えていきます。個人的な序盤のおすすめパークは、敵に当てるだけでパワー値が溜まっていくパワージェネレーターですね。これがあるだけでパワーウェポンの回転率がぐっと上がります。以上の仕様を踏まえると、武器のレベルが多少高くてもグラフの成長限界に達していない限りは無理をして武器を変更する必要はないという結論になります。武器変更を考えるベストなタイミングは3つ。1、今持っている武器のステータスの成長上限に3つの項目のうちどれかが近づいたとき。2、ドロップした新しい武器のグラフ右側の矢印の数が明らかに多いとき。3、武器パークの数が増えるレベル15との区切りのとき。この3点を基準にするとスムーズに火力を更新していきますよ。武器を選ぶ際にもう一つ意識しておきたいのが武器の照準システムです。使用武器は自分のプレイスタイルに合わせて何を選んでも良いんですが、オートヒットとリワイヤーの違いは必ず判別できるようにしておいてください。武器の詳細画面の右上にこのマークがついているとリワイヤー武器となり、これは自分でしっかりとエイムを合わさなければならない玄人向けの武器です。火力が高いというメリットはありますが、本作は敵の攻撃の回避だけでなく、シールドの展開、近接攻撃、武器スキル、パワーウェポンの使用など瞬時に判断しなければならないアクションが非常に多いゲームです。そのため操作に慣れるまでは自動でエイムをしてくれるオートヒットの武器を使用することを強くお勧めします。エイムに割く脳のリソースを節約して回避やシールドに集中するだけで生存率が劇的に上がりますよ。ちなみに装備の詳細の右上にこのマークがついていることがあります。これはコラプション武器と呼ばれるもので、自身のコラプション値が高ければ高いほど火力が出るという強力な特性を持っています。しかもデメリットが一切ないため、日食の期間中は持っておいて絶対に損はない武器です。見つけたらキープしておくことをお勧めします。続いてパワーウェポンについてです。パワーウェポンに関しても基本的な考え方は通常の武器と同じです。レベルは成長限界を表し、各ステータスは成長属性と矢印の数によって上下します。ただ一つ違う点はパークの解放レベルです。武器は10刻みでしたが、パワーウェポンはレベル5で1つ、15で2つ、25で3つ、35で4つ、45で5つと5ずつずれているんです。ここは見落としがちなので注意してくださいね。パワーウェポンのおすすめパークはバキュームボムです。付近の敵の弾を吸収してくれるので、弾幕が激しい場面でめちゃくちゃ重宝します。最後にアーティファクトです。これは基本的に一度入手すると変更することができません。厳選したいところですが、特に序盤はそこまで多くのコンテナを開けることができないため、出てきたアーティファクトは順に取ってしまって問題ありません。しかし日食中に出現するコラプション化しているアーティファクトを入手するときだけは要注意です。良いボーナスがつきやすい反面、デメリットがかなり辛いものが多いんです。私のおすすめの選び方としては、落下ダメージ追加や止まって撃つと威力減少といったプレイヤースキルでカバーしやすいデメリットを持つものは積極的に入手しています。時点で耐久力の最大を減少や武器の反動を増やすあたりは、その時の状況に合わせて臨機応変に取得していました。それ以外の立ち回りに致命的な影響が出るデメリットを持つアーティファクトはスルーするか再抽選するのが無難ですね。なおこのコラプションアーティファクトのデメリットですが、実はそのエリアの君臨種、つまりボスを討伐するとデメリットだけが削除されるという仕様があります。ただストーリー攻略中はボスを倒すとほとんどの人が拠点に戻ってしまうと思うので、連続してバイオームを攻略する時用に頭の隅に置いておいてください。もしどうしても外したいアーティファクトがある場合は、ドロップ装備を再抽選する時に使う信徒の博打券を持っていると、メニューのエクイプメント画面から削除することも可能です。いざという時のために覚えておきましょう。さてここからは知っていると戦闘の難易度がぐっと下がるその他の細かなテクニックをご紹介します。一つ目はコラプション弾はある程度シールドで受けても良いという知識です。
敵が放ってくる黄色のコラプション弾は受けると耐久値の最大値が減ってしまいます。しかしすでに HP が減っている状態であれば HP そのものは減らないんです。そのため積極的にパワーウェポンを使用して溜まったコラプション値を浄化するサイクルさえ作れていれば、コラプション弾をシールドで受けてしまっても問題ありません。最序盤であまりにコラプション値が高まる場合は注意すべきですが、アーマーマトリックスでコラプションガードを複数取っておけば侵食をかなり抑えられます。2つ目は近接攻撃の隠れた特性についてです。近接攻撃は敵の白いゲージを削り切ったスタガー状態の敵に撃つとスタガーバーストという高火力の追撃ができるのは皆さんご存知かと思います。しかしそれ以外にもすごい特性があるんです。敵の青い弾を殴るとシールドと同様にパワーに変換でき、中盤以降の赤い弾はパリで弾き返すことができます。そして最も注目すべきは黄色いコラプション弾を殴った時です。ジャストタイミングで殴るとなんとコラプション値を貯めることなくコラプション弾をパワーに変換できてしまうんです。これを知っているだけで大量のコラプション弾が飛んできた際も最初の数発を近接攻撃で無効化してパワーにしつつ残りをシールドでいなすという美しい立ち回りが可能になります。コラプション値の蓄積を最小限に抑えられるので、狙えるなら赤い弾同様コラプション弾もパリーのタイミングでシールドを張り出すと良いですよ。3つ目は緊急時にはオーバードライブで敵を倒すと良いというテクニックです。オーバードライブは L3 と R3 の同時押しで発動できる必殺技のようなものですが、クールタイムがあるためボス戦に温存している人が多いと思います。しかしあまり知られていない特性としてオーバードライブで敵を討伐すると耐久値回復アイテムであるエーテルが出る確率が高くなるという仕様があるんです。これが結構ポロポロと落ちてくれるので、道中で体力がギリギリになってしまった時は出し惜しみせずに雑魚敵の密集地にオーバードライブを放ってエーテルを大量に入手し耐性を整えるという使い方も大いにありです。4つ目はショットガンを使用するメリットです。ショットガンは近距離でないと火力を出しづらいため、四方から弾幕が飛んでくる本作においては使いづらいと敬遠されがちです。しかし実は武器の中で唯一スタガーを能動的に狙いやすい武器なんです。スタガーとは敵の HP の下に表示される白いバーを削り切ると発生する状態で、他のゲームでいうスタン状態にあたります。そこに近接攻撃を加えれば先ほど説明した強力なスタガーバーストを叩き込めるようになります。さらにアーティファクトの中には近接キル時付近の敵がスタガー状態になることがあるというかなり強いものも存在します。これを入手できたら積極的にショットガンを使用するのもありですね。最後にご紹介するのは本作独特の難易度調整システムカルコサモディファイアのおすすめ設定です。プロテクション部分をいじると難易度が下がり、トライアル部分をいじると難易度が上がるというシステムですね。プロテクションでおすすめなのは圧倒的に君臨者耐久度回復とウェポンシンメトリーの2つです。君臨者耐久度回復はボス戦に入った時に体力が全回復するという至れり尽くせりな効果なので、特にボス戦で苦戦している場合は絶対に解放したい項目です。ウェポンシンメトリーは正直なくても良いですが、今使用している武器と同じような武器をよりレベルの高い状態で使いたい時には入れておくと良いでしょう。逆に難易度を上げるトライアルのおすすめはアーティファクト破壊です。またエリアのハルシオンをすでに取り切っている場合などにはハルシオン除去も OK です。アーティファクト破壊は新しいバイオームに入るときにランダムでアーティファクトが1つ破壊されるというものですが、本作は君臨者を討伐すると拠点に戻るシーンも多く、バイオームをまたいで走り続けたい場合を除いてはデメリットになり得ないため、つけておいても全く問題はありません。いかがだったでしょうか。もし今回の動画が攻略の役に立ったと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価、ハイプのほど何卒よろしくお願いします。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。